自分の中では常に前年の自分より成績を上げる。私と2番目の人で売り上げが3000万ぐらい違います。今まではその門司社長オンリーで撮らせていただいてて、今回から現場のリアルな声を発信していこうっていうところで、現場で働かれてる皆さんにインタビューとかをさせていただいているので、今回小林さんにインタビューさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。まず小林さんの自己紹介をしていただけるとありがたいです。はい、小林宏典51歳です。アップルに入社して13年ぐらいです。職種としてはプランナー、ファミリー層に向けた営業ですね。具体的な業務内容についてお伺いできればなと思います。はい、基本はファミリー層、あとは法人オフィスの移転の見積もり、それを LINE のビデオ通話などを使用してオンラインでお部屋を移していただいて、それでお見積もりをさせていただいてます。そこでお客さんから問い合わせいただいて、オンライン見積もりをして受注につなげるっていうところが仕事になる形ですね。はい、ランナーの一日の流れみたいなはい、どういう感じかお伺いしてもいいですか？はい。まず最初に朝礼して、もうそこからは終日オンラインでのお見積もり、あとお見積もりしたお客様のシステム処理であったりとか、その間で LINE などで過去にお見積もりした方からのお問い合わせであったりとかの返信、そういったものがメインの業務になります。ちなみになんですけど、1日のオンライン見積もりの件数とかどのぐらいなんですかね？基本はマックスで1日8件です。1時間に1件ずつっていう感じです。詰め詰めでっていう感じなんですか？はい。マックス1日8件っていうところで、月ってどのぐらいなんですかね？キャンセルの方とかもいらっしゃるので、実際お見積もりしたら130件、40件ぐらい。はい。その中で大変とか楽しさとかやりがいとかってあったりしますかね？大変はあまり感じないんですが、楽しさっていうのはいろんな方と会話できるっていうのと、あとは各お客様の本来は見せていただけないような部分。確かに部屋の中とか、なかなか見れないですね。はい。それこそもうクローゼットの中とかを見せていただいたりもあるので、そこの部分は気を使うところもありますし、お客様も本来見せたくないところを見せてくださるので、できる限り配慮して確認させていただいているっていうところが一番気を使うところですね。そのオンライン見積もりっていうのは、いつぐらいからやられてるんですか？以前は私も訪問してたんですけれども、コロナが始まって、お客様から家にはあまり来てほしくないという声が増えてきて、それでオンラインを始めました。オンライン見積もりしかやってないですかね？基本はオンライン見積もりのみです。例えばご高齢の方とか、スマホをお持ちでなかったりとか、ビデオ通話どうしてもできない方に関しては訪問させていただくこともございます。そのオンライン見積もりとかビデオ通話で見積もりでずれることってあるんですか？伺ったら、全然多いじゃんみたいなのってあるのかなっていう。全てを完璧にお見積もりっていうのは難しいですけれども、ただ訪問の時とオンラインで特にそれはあまり変わらないです。お客様によっては大きいものをドアップで写してその後指で隠してっていう方もいらっしゃる。そうするともう自分の中で本当想像でやっていく部分が増えるので、多めに見積もってしまってるかなとは思います。はい。そこで工夫されてるところとか、正確にやった方が後々も配送とかスムーズにいくかなと思うんですけど、そういったところで工夫してる部分とかって何かあったりしますかね？荷物の量っていうのは間取りと世帯人数である程度まで決まってきますので、事前に建物状況であったりとか、マンションとかであればネットから間取りとか広さとか検索して、ある程度の物量っていうのはあらかじめもう把握した状態で入るようにしてますので、パーッと移していただければ物量自体はある程度わかりますので、1日8件でもう長くやられてると思うので、もうある程度大体こんな感じだろうみたいなルーティンが出来上がってる感じですか？そうですね。今までプランナーの営業成績がナンバーワンっていうことをお伺いしてるんですけど、いつぐらいから成績を維持されてるっていうのがありますか？多分7、8年だと思います。そんなにないですかね。トップを7、8年維持するのって相当なんか努力されてるのかなっていう印象を持つんですけど、そこで意識されてるところとか取り組んでること、そういったところってありますか？自分の中では常に前年の自分より成績を上げるっていうのを目標にしているので、そのために何をしたらいいのかっていうのを後を考えてっていう感じです。ひたすら過去の自分上回るみたいなことで今までも維持されてるんですかね。商談する中でその全部が全部契約につながるかっていうとそうじゃないと思うんですけど、契約率みたいなのっていうのも良かったりするんですか？
そうですね。はい。そこの経営率を上げるための秘訣みたいなはい。ものなんかあったりしますかね。人よりも一歩踏み込んで、引っ越しの後のことのお話だとか、家具の配置だとか、そういったのを提案してます。僕もなんか引っ越しとかは結構あるんですけど、そこまで提案してくれる人とかはいなかったので、はいそこまでされたら確かに依頼したいなと思ってます。ありがとうございます。そういうのは会社全体のマニュアルみたいなのであるんですかね。いや、それはないで小林さす。んのなんかこうしたらいい取れるからやってるっていう、そうですね。そういったところでその契約率も上げたりとか、成績を維持しているはい。ところですか。小林さんがどれぐらい取ってるのかってざっくりとお教えいただくことって可能ですかね。去年、前期1年間で、私と2番目の人で、売り上げが3000万ぐらい違います。圧倒的に差がはい。開いてるってことなんですかね。すごいですね。13年間、はい今、プールさんに入社されてから今に至ると思うんですけど、はい自分の気持ちの変化、意識の変化とかってあったりしますか？最初、正直、アップル入った時は腰掛けのつもりでした。次にすぐ別の仕事やろうかなと思ってたので、それが見つかるまでの間、ただそれで結局もう13年間おりますので、そこで最初はちょっといるだけっていうところからはいずっといる、ここの理由みたいな、アップルの魅力とか。まだ入社した頃すごい小さい会社だったんですけれども、その時にモンジ社長に誘われてご飯食べに行って、その時に社長の考え、アップルをこういう風にしていきたいっていうのを聞いて、ちゃんと入社しようっていう考えになってます。モンジ社長の考えとかその魅力に惹かれてっていう形で。そうですね。そこは間違いないです。13年ってアップルさんの社員の中でもだいぶ長くいる方ですか？はい。アップルさんの雰囲気とかってどういう感じの人が多いとか、こういう社風特徴があるとか。今は野球部があったり、休みの日にも一緒に釣りをしに行ったりとか、プライベートで付き合える人が多いです。私はかなり年上の方ですけれども、年関係なく20代もいれば30代、40代もいたりで、いろんな年代と付き合えるのがやっぱりいいなとは思います。仲いいですよね。はい。昨日とかもお子さんに連れてきてコミュニケーション取ってたりもしたので、はい、仲いい会社だなっていう印象を持ってます。仕事だけじゃなくて、そのプライベートのコミュニケーションを取っていけるような仲がいい会社っていうところが魅力の一つかなっていうところですかね。モンジ社長ともお付き合いが13年ぐらいにはなると思うんですけど、小林さんから見たモンジ社長のここが尊敬できるとか、ここが魅力的なポイントとかっていうところってありますかね。まず入社した時に一緒にご飯食べに行って聞いた話、その頃はまだ本当今のアップルを想像できないぐらい小さい会社でしたけれども、その頃からここまで会社が成長しても言っていることっていうのがいい意味で変わらないので、一本芯を通して常にそこに向かっているっていうところがしっかり軸がある。そうですね。そこに対しても突き進んでいって、はい、そこぶれないというところをやっぱ尊敬できる。はい、アップルさんの会社自体もブレてないというか、革命を起こすっていうところでいろいろ取り組んでいったり、ラグニコスの AI システムとかを導入したりとか、そういったところでいろいろ挑戦されていって、YouTube とかもやられて、イメージアップとかしていってるなっていうところもあるので、はい、そういうモンジ社長のブレないっていうところはすごい評価はできます。今実際引っ越しをする現場、メンバーとかも採用を募集してると思うんですけど、はい、現場向きのスタッフ、こういう人が向いてるよとかってあったりしますかね。やっぱり体を動かすのが好きな人、あとは辛くても笑顔でお客様と対応できる人っていうのが一番向いてるのかなと思います。ずっとお客さんと接しますもんね。そうなんです。逆にお客さんとのコミュニケーションが得意じゃないとか、そういう人はあまりいかないんですかね。いや、向かなくはないと思うんですけど、多分自分でやろうと思えばいずれそういうのもできるようにはなると思うので。人を笑顔にしたりとか、人に感謝されることが嫌いじゃなかったら向いてるみたいな。そうですね。インタビューありがとうございました。はい、ありがとうございました。御社の魅力とかホームページに結構掲載されてると思うので、はい、ちょっとでも興味がある人がいれば、ホームページとか X と Instagram を毎日投稿していくっていうのをお伺いしているので、少しでも興味がある方がいれば、概要欄に URL 貼ってるので、ぜひ飛んでいただければと思います。YouTube もいいねとコメント、チャンネル登録をしていただけると、モンジ社長も小林さんも喜ぶので、よろしくお願いいたします。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。